回は、初夏の1泊2日、郡山の旅です。もうすぐ郡山駅に到着します。無事に郡山駅に到着したので、フラミンゴがいるご当地ファミレス、メヒコに向かっています。それでは、到着したので、これから昼食をとります。このように、洋食をメインに提供しているようです。ただいま、オーダー待ちですが、このように店内の中央には、フラミンゴがいました。まるで、ポケモンに登場するフラミンゴみたいですね。今回は、おすすめのこちらのカニピラフを実食していきたいと思います。カニピラフは、あっさりして食べやすかったです。皆さんも、ぜひとも郡山へお越しの際は食べてみてください。その後、ポケモンのラッキーがいる公園に向かいました。海星山公園は、このように中央に大きな池がある公園です。池の周辺には、このように様々なお店が建つようにリニューアルされていました。このように、池から吹き出す噴水は、猛暑の時は涼しく感じることができますね。その後、ポケモンのラッキーがいる公園に向かいます。こちらが、ラッキー公園です。このように、様々な可愛いポケモンの遊具があります。こちらの巨大なラッキーの正体は、なんと、アスレチック&滑り台でした。中には、遊具というよりも、フォトスポットになっているものもあります。こちらのシーソー、こっちだと寂しいですが、しっかりと動作しています。他にも、周辺には神社があるようなのでそちらも見ていきたいと思います。こちらの、海星山大神宮は、いわゆる神社です。このように、参拝しているか伺いました。郡山の名所となっていますので、ぜひともこちらも行ってみてください。次は、南部にあるため池を中心とした500口公園に向かいます。こちらが、500口公園です。野鳥の楽園として有名なスポットで、野鳥に会えるかもしれません。それでは、これから北部にあるスポットを巡っていきます。このような郊外のスポットまでは、やはりレンタカーを利用しないとアクセスが厳しいので、もし、行く際はレンタカーをお勧めします。先に、大きな池がある、大沢地に到着しました。
こちらは池があるだけなので、新幹線を真横で見れるスポットに向かいます。こちらが、平成記念郡山こどもの森公園の新幹線を真横で見ることができる裏スポットです。次は、下町にある寺に向かいます。こちらの本聖寺は、旧道路に面した穴場のお寺です。このような感じで、今回はちょっとマニアックな郡山のスポットを巡ったので、これからホテルにチェックインするために向かいます。今回、泊まるホテルは、ドーミーインエクスプレス郡山です。郡山駅近くにある、数少ない大浴場があるホテルです。このように、部屋はコンパクトですが、設備としてはかなり良いなと感じました。それでは、ホテルに大きな荷物は置いたし、すでにレンタカーを返却しているので、これから郡山駅前にあるスポットを巡ります。まずは、郡山駅1階にあるフードバザールにあるラーメン屋で食事をしたいと思います。こちらの、喜多方ラーメンと、ご飯をいただきます。喜多方ラーメンは、あっさりして食べやすかったです。ご飯も、ラーメンにマッチするようになっていました。ごちそうさまでした。それでは、
次は、郡山駅前にある超高層ビルにある科学館へ向かいます。こちらの、郡山スクレアイ科学館は、日本最高層のプラネタリウムがあることでも有名な科学館です。科学を気軽に体感できるので、子供たちはもちろん、大人にも人気の施設です。このように、無重力体験など、ちょっとスリリングな体験も可能です。その他、郡山市内を一望することができる展望台は無料で利用することができます。他にも、無料で利用できるスペースとして、鉄道模型を見ることができます。てっちゃんには、おすすめです。郡山駅やこちらの高層ビルまでも再現しています。で、鉄道模型を運転できるシミュレーターも体験できます。運転できるのは、蒸気機関車ですが、なんか昔のテレビのような映像でした。その後、ホテルに戻り、寝ました。そして、翌日、ホテルの朝食バイキングを食べているところです。その後、チェックアウトし、葉山公園に到着しました。葉山公園には、小さな滝があるようですが、果たしてどうなんだろう。滝はありましたが、水は一切出ていなかったです。その後、周辺はどのようになっているか巡っていきます。こちらは、21世紀記念公園、葉山の森です。まるで、都会のオアシスのような場所でした。こちらは、女宝寺というお寺です。こちらのお寺では、
このようにお祈りすることができました。最後に、郡山駅前にある、グリーンボーイズのメンバーのスポットをお見せします。このような手形は、ファンなら喜ぶんだろうなと思いました。そして、まさかのどこでもドアがありました。このような感じで、今回の旅は終わります。興味を持った方は、チャンネル登録をよろしくお願いします。